皆さんこんにちは。こんにちは。この前、基礎的な物理のお話をしたので、今回から本格的に自転車の走行抵抗の話をやろうと思います。まずちょっとこれを見てみてほしいんだけど、左のグラフは足が作ったもので、自転車の走行に必要なパワーを表しています。横軸は速度で、縦軸がパワー、つまりワット数です。積み上げ式のグラフで、上から途半抵抗、空気抵抗、転がり抵抗、駆動関係のロスといった感じに色分けしています。自転車のというか車両全般そうなんだけど、走行抵抗はこの4要素に分けられることが多いと思います。場合によっては、駆動系ロスは別枠として除外されてたり、加速に必要なパワーを加速抵抗として加えていることもあるけど、アーシはこの分類でやらせてもらいます。これの説明をどういう感じで進めるか、すごく迷ってたんだけど、1要素につき1動画で説明していくことにしました。だから、合計4動画になると思います。で、最初は途半抵抗ってわけね。途半抵抗、つまり坂道を登るために必要なパワーの話です。この前、暗がり峠行ったからね、その記憶が新しいうちに途半抵抗から片付けてしまいましょう。まず最初に、途半抵抗が全体から見てどのくらいの影響力を持っているか、ざっくり見ていきましょう。その後、理論的な話を少しやりますね。さっきのこのグラフは勾配 1%、車両とかもろもろ含めた質量 75kg で作りました。例えば時速 30km 出すには、トータルで約 205W 必要で、そのうち 60W くらいが途半抵抗、110W くらいが空気抵抗って感じに読みます。その他の抵抗が 25W です。いろんなパラメータは、アーシがこんなもんかなで入れていますが、今回途半抵抗がテーマなので、そこら辺の説明は省かせてもらいますね。空気抵抗はブラケットポジション想定で少し大きめってことだけお伝えしておきます。1% の勾配というと、気がつかない人もいると思うんだけど、それでも 30% も坂道にパワーを取られちゃうんだね。速度が小さくなれば、影響の割合はさらに大きくなります。時速 15km なら、半分だと半抵抗だね。もし勾配がなければ、時速 34km くらいで沿ってグラフの読み方もできるね。もちろん下りならパワーを軽減する方向になります。アーシはいつも 0.5% くらいの道を往復しているんだけど、歩きじゃほとんど感じない勾配なのに、自転車だと帰りの方がだいぶ速度が乗りやすく感じます。勾配 0.5% の上りと下りのグラフを重ねてみると、こんな感じになります。下りで時速 30km 出せても、上りじゃ時速 25km くらいしか出ないってことですね。今回初めて計算してみましたが、坂道の影響力の大きさが伺えます。次は、試しに勾配 1% と 5% を比較してみましょう。一般的な山道がこんなもんかと思います。5% の方は見切れてるわ。そうだね。時速 20km を維持できる人も少ないと思います。近年のエアロブームもあって、自転車の主な抵抗は空気抵抗ってのは常識になっていますが、ある程度の傾斜がつけば、途半抵抗が空気抵抗を圧倒するのがわかりますね。さりげなく駆動系の抵抗も増えていますが、今回は説明しません。ネタは温存しないとね。次はせっかくだから、左の欄に暗がり峠の平均勾配 16.5% のデータを入れてみましょうか。電源突破してる。750W は1馬力、人間じゃないですね。非現実的な出力なので、右の枠で低い速度の部分だけ拡大しましょう。アーシが暗がり峠の動画で
時速 5km でも平均 170W 必要って言ったのはここら辺が根拠です。このグラフだと 180W あるけど。あーし、もうちょっと軽いし。さて、このグラフはアーシが適当にパラメータを入れたって言いましたね。だから特に空気抵抗なんかは結構精度が悪いかもしれません。でも途半抵抗の部分はかなり精度が良いはず。それは途半抵抗が重量と勾配だけで決まるとてもシンプルな抵抗だからです。これから計算方法を見ていきますが、その前に道路の勾配の表し方について確認しておきましょう。一般的に道路の勾配はパーセントで表されます。これは水平距離に対して高度がどれくらい上がったか下がったかという表し方ですね。地図上で 100m 進んで 1m 高度が上がっていれば 1%、10m 上がっていれば 10% です。参考に有名なヒルクライムスポットの勾配を集めてみました。ネットで適当に検索しただけなので正確かどうかは知りません。特に最大勾配はどういうルールで測定しているかもよくわかりませんしね。暗がり峠は論外ですが、根の権現も結構しんどかった記憶があります。この勾配の表し方は便利なこともありますが、図形とかで使う難度って表し方との対比が分かりにくいです。なので 1% から 20% まで対応表を作ってみました。勾配 10% で 5.7 度、角度が10度なら勾配は 18% って感じね。ま、覚えるのは無理だわ。覚えなくていいです。で、これから途半抵抗の計算方法についてお話しするんだけど、すぐ終わるから寝ないでくださいね。途半抵抗の求め方ですが、自分にかかっている重力を地面に垂直方向と斜面方向に分解して、斜面方向の力の大きさを計算するだけです。式に表すとこんな感じです。質量を m、斜面の角度を α とすると、力の大きさは質量×重力加速度×サイン α ですね。さっきまでのグラフはパワーでしたが、今は力ですので注意してくださいね。力にその時の速度をかければパワーになるわ。式は短いけど、サインの数値なんて覚えてないし、そもそも道路勾配のパーセントが何度か覚えていないので、暗算はできなそうですよね。でもちょっとした裏技で簡単に計算できます。実はサイン α の値って勾配のパーセントとほとんど同じなんです。だから勾配 10% なら自重に 0.1 をかけとけば大体 OK。 本当に？本当です。ほら、赤い線がサイン α で青い線が勾配だけど、ほとんど一致して一本の線に見える。勾配が大きくなると一致しなくなってくるけど、勾配 20% の超激坂でも 98% 一致するので実用上は問題ないですね。実用って何よ？装備込みで 75kg の人が 10% の坂に突入したら、だいたい 7.5kg 分の力で後ろに引っ張られるってことです。めっちゃわかりやすくない？分かったから何なのって話だけど。なぜそうなるのかは図形で見るとわかりやすいです。勾配はこの辺とこの辺の比率ですね。途半抵抗により受ける力はこの辺とこの辺の比率です。基準となる辺を重ねて書くとこうなります。ここの青の線と黄色の矢印の長さを比べます。これくらい角度がついているとまあまあ長さが違います。でも角度が小さくなるとどんどん重なっていきます。10度くらいになるとほとんど区別がつかず 99.5% くらい一致します。さて、
ここまで速度の話がほとんど出ていませんね。実は途反抵抗により受ける力は速度にかかわらず一定です。これまでの説明通り、自重と勾配しか関係ありません。でも、速度を上げると当然きついから、ここら辺、直感に反すると感じる人もいると思います。なので、事前に物理基礎の動画を上げたのですが、少し復習しましょう。物理において、力とパワーは別の概念です。パワーは出力と言い換えてもいいですね。力は重力などを利用すれば、何時間でも出し続けることができますが、それに速度が伴わないとパワーになりません。力に逆らって速度を出す、つまり移動することによりパワーになります。また、パワーを出すには、絶対に何らかのエネルギーを消費します。正確にはエネルギーの移動でしょうか？まあ、この動画内では分かりやすく、エネルギー消費ということにさせてください。パワーとは時間あたりのエネルギー消費量と表現することができます。だからパワーを出すと、人は疲れるわけですね。体内のエネルギーを自転車を進めるために消費してるわ。こちらは、勾配に逆らって速度を出すために必要なパワーをグラフにしたものです。横軸が速度、縦軸がパワー、つまりワット数です。力は一定ですが、パワーにする際に速度をかけるので、結局、速度に比例する直線になります。前半のグラフから途反抵抗部分を抜き出した感じね。線が1本だと寂しいので、勾配 5% のラインと勾配 10% のラインを引いておきました。途反抵抗の簡易計算の通り、勾配 10% ではざっくり勾配 5% の倍の要求パワーですね。また、速度に比例するので、同じ勾配でも、速度を2倍にすれば2倍のパワーを要求されます。他の抵抗を無視すればね。2倍のパワーを要求されても、2倍の速度ということは、半分の時間で登れますので、最終的な消費エネルギーは同じですね。パワーに時間をかければ消費エネルギーになるわ。勾配2倍の場合も、倍のパワーを要求されますが、最終的に登った高度が同じなら走行距離は半分、時間も半分です。なので、消費エネルギー量は勾配半分の時と同じになります。何が言いたいのかというと、速度や勾配をどういじっても、最終的な消費エネルギー量は同じになっちゃうってことです。他の抵抗を無視すればね。空気抵抗に対するエアロポジションなんかは、支払うエネルギー総量を削減できますが、途半に対してはそういう節約術はないってことです。逆に頑張れば頑張った分だけちゃんと進みます。ヒルクライムはたまにやりますが、こういうシンプルさが好きです。実際は空気抵抗で消費するエネルギーを節約できるため、ゆっくり登れる急斜面の方がエネルギー的にはお得になると思います。暗がり峠、お得だった。また、上りで支払ったエネルギーは一応下りで返してもらえるのですが、ブレーキで熱エネルギーになって空気中に発散してしまったり、速度が上がりすぎて空気抵抗に食われてしまうので無駄になりがちですね。一部の電動アシスト自転車は電力として文字通り回収できるようです。人体にカロリーとして返してくれればいいんですけどね。無茶言わないで。基本的な説明はこんなもんかな。一番シンプルな抵抗なので話す内容も少ないかなと思っていたのですが、意外と長くなっちゃいました。あとは軽量化した時にどれくらいの効果が期待できそうか、いくつか計算してみて終わりにしましょうか。もうだいぶ疲れたわ。前半に使った勾配 5% のグラフをもう一度出しておきましょう。この勾配 5% の坂で 2kg 軽量化したとすると、ざっくり 0.1kg 分の力、つまり 0.98N の抵抗軽減になります。簡易計算ね。
これに速度をメートル毎秒に直して掛け算すれば節約できるパワーを算出できます。キロメートル毎時を 3.6 で割り算すればメートル毎秒です。仮に時速 20km なら秒速 5.56 メートルですね。なので節約できるパワーは 0.98×5.56 で 5.45 ワット。あとこの動画じゃ全く説明してないけどタイヤの転がり抵抗も 0.5 ワットくらい減りそうだから合わせて 6.0 ワット軽減ってことにしておきましょう。この時もともと必要なパワーが265ワットなので 2.3% の節約です。また微妙な。ではこのパワーを速度向上に費やすとどうでしょうか。計算面倒なのでグラフを重ねて読み取りますが時速 0.4km くらいの速度向上が見込めそうです。 20km のコースで用意ドンした場合軽量化前はちょうど1時間だけどそりゃ時速 20km で設定してるからね。軽量化後は71秒早く 395m 先行してゴールする計算になります。アーシはレースしないのでこの差についてどうこう言うのは控えます。ただ完成車で 2kg も違ったらお値段は倍くらい違うと思いますがそれで坂が登れるとか登れないとかってほどの差にはならなそうです。もちろん軽量化すれば途半抵抗の低下以外にも加速、ブレーキの効きの向上、バンクさせる時の反応が良いとかメリットがたくさんあると思います。アーシも基本的に軽さは正義って派閥です。でもレースしない人には物足りない結果でしょうか。 5% の勾配じゃぬるいんじゃないの。 5% の時速 20km でも今回の条件では 81% が途半抵抗です。だから十分坂の影響が大きい領域なんだけど念のため 10% バージョンの軽量化効果も見ておきましょうか。勾配 5% の時速 20km と同じパワーで出せる時速 11.6km で計算しましょう。この時 94% が途半抵抗です。ちなみに空気抵抗は 2.5% 程度まで落ち込みます。同じように 2kg 軽量化した場合を計算すると節約できるパワーは 6.8 ワットくらいです。さっき 6.0 ワットだったからあんま変わんなくない？合計出力を265ワットで固定しているからね。軽減できる力が大きくなっても速度が小さくなるからめちゃくちゃ変わるわけではないです。節約できるパワーが増えたのは全体から見た途半抵抗の割合が増えたからですね。速度向上に費やした場合も計算したらプラス時速 0.3km くらいでした。割合で言ったらやはり 5% 勾配の時よりちょっと効果がありますね。勾配がきついほど軽量化効果が大きいのはみんなの予想通りかと思うけどより詳細な関係を調べてみましょう。勾配と速度上昇率の関係を今回の条件でグラフにしたらだいたいこんな感じでした。さっきまでと同様に 2kg 軽量化して265ワットを維持した場合勾配ごとにどれくらい速度上昇が期待できるかってグラフです。勾配 5% くらいまでほぼ直線的に上昇していますが以降は上昇が鈍って勾配 15% くらいで速度上昇 2.8% くらいになって頭打ちします。勾配 0% でも速度上昇率がゼロにならないのはタイヤの転がり抵抗の計算にも重量を使っているからです。ただアーシの転がり抵抗の計算は結構いい加減ですのであまり当てにしないでください。 2.8% で頭打ちするのは元の重量 75kg に対して軽量化分の 2kg が 2.7% に相当してそれに転がり抵抗分が乗っているからです。またこのグラフは勾配ごとに途半抵抗がどれくらい支配的かって見方もできます。具体的には勾配 15% の時265ワットで時速約 8km になり
この時途半抵抗は実に 96% を占めます。ほとんど途半抵抗なので軽量化の恩恵をフルに受けることができるんですね。途半抵抗については一旦こんなものでしょうか。他にもいろいろあるんですが、ちょっと長くなりすぎましたので別の機会にします。次は空気抵抗に関する動画を作りたいです。空気抵抗というとカムテールがどうとかエアロポジションがどうとか、そういう最新の研究結果を期待しちゃうかもしれないけど、もっと基本的な教科書的内容しかやらないつもりです。逆に基本的な話をする人は少ないからいいんじゃないかなって思ってます。それはそうと、なんと先日の動画で支援イラストをいただきました。嬉しいわね。嬉しいね。翡翠さん、ありがとうございました。このチャンネルはみんなの応援で成り立っています。これからもよろしくね。それじゃ、今回はこの辺りで、バイバイ。バイバイ。